皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は激動の2024年と言われている中で本当に多くの問題が発生しており、警戒しなければならないことが目白押しでめいってしまいますが、一方で確実に世の中は良い方向に進んでいるという側面もありますので、その部分にフォーカスした動画を作成しようと思いました。今世界中で起きていることにはどんな意味があるのでしょうか。皆さんもすでにご存知だと思いますが、つい先日に元 FOX ニュースの看板アナウンサーがロの国の P 大統領との単独インタビューを行いました。私の中で衝撃だったのは単独インタビューの内容もそうですが、それよりもそのジャーナリストへの批判が過剰にひどかったことです。一体何が起きているのでしょうか。その中で特に異常なアレルギー反応が出ていて驚いたのは、彼は裏切り者であり帰国させるべきではないというものです。この反応から感じるのは、元 FOX ニュースの看板アナウンサーが行った P 大統領との単独インタビューに恐れをののいているのではないかということです。一体彼らは何を恐れているのでしょうか。動画の最後の方に T ジャーナリストが X で投稿したモスクワの地下鉄駅の映像を紹介しています。率直に何を感じるでしょうか。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回お届けする動画はウトロの紛争においてこちらが正しく、あちらは間違っているということをお伝えする内容ではありません。戦争はどちらかが一方的に悪いということはほぼないと思いますし、多くの場合そこに至るまでには経緯というものがあると思います。ロによる他国を侵略するという行為は、翻って考えてみれば日本にその矛先を向けてくる可能性もあるので許せない行為ではありますが、だからといって今回のことでロが一方的に悪いとも思いません。そのようなスタンスで話を進めていきたいと思います。冒頭でお話しした通り、ウトロの紛争が勃発してからというもの、いわゆる西側のメディアが P 大統領に接触したのは T ジャーナリストが初めてなのだそうです。そう言われてみればそうですよね。今回の単独インタビューが行われたことで驚いたのは、アメの国の議員やジャーナリストから彼を帰国後逮捕しなければならないなどという意見が SNS 上に飛び交ったことです。ジャーナリストにしてみれば、ウトロの紛争について一方的にロが悪いと言っている主要メディアはアンフェアだと感じますし、P 大統領の考え方を取材するというのはごく普通のことなのではないかと思うのですが、皆さんはどのように感じますでしょうか。にもかかわらず、一ジャーナリストを自分たちが敵としている国の大統領にインタビューに行っただけで犯罪者扱いするというところに異常なほどの違和感を感じてしまいました。少しその内容を紹介すると、1、アメの国の実業家イーロン・マスクはロの国を訪問している T ジャーナリストが P 大統領にインタビューした場合、帰国を禁止すべきだという反ロ活動からの呼びかけに反対した。2、アメの国のジャーナリストのブライアン・クラッセンスタイン氏は、本当に自由が重要であれば帰国禁止の呼びかけは起こらないと記しました。その上で、アメの国のジャーナリストらはこれまでにも意見が対立するスピーカーに取材を行ってきたと指摘した。マスク氏はこの投稿に対し反応し、同意するとコメントした。3、T ジャーナリストの訪ロは民主党だけでなく、共和党の間でも波紋を広げています。共和党のアダム・キンジンガー元上院議員は、T ジャーナリストの訪ロに関する SNS の投稿に反応し、彼は裏切り者だと記しました。また、ウィークリー・スタンダード紙のウィリアム・クリストル編集長は当局が事態を究明するまで帰国を許すべきでないと反発しました。4、T ジャーナリストによる P 大統領への取材は2023年9月に報じられていました。T ジャーナリストはスイスの雑誌の取材に応じた中で P 大統領にインタビューしようとしたが、アメの国の当局によって禁止されたと発言していました。これについてロの国の大統領府のペスコフ報道官は反応し、今日のアメの国社会はロの国嫌悪のプロパガンダに取りつかれているが、これはいつか変わるだろうとし、P 大統領が西側に向けたインタビューを必要とする瞬間が来ると発言していた。5、さらにホワイトハウスは P 大統領へのインタビューが実行された後の反応において Facebook に対してそのインタビュー動画の拡散制限をするように指示していました。これらの事実にかなり違和感を感じてしまいました。このインタビュー内容をアメの国の国民に聞かせたくないのではないかと思うほどの過剰反応だと思います。日本ではどうだったでしょうか。G リストの手先になっている民間放送は言わずもがなということですが、
日本国民から受信料を反強制的に徴収している NNK の報道が非常に興味深い内容になっていました。この記事の内容では T ジャーナリストのことに触れており、彼が FOX ニュースから解雇されたいきさつを引用しておりました。以下部分的に隠語に変えながら引用しますと、特にアメの国の前大統領時代はその保守的攻撃的な発言で前大統領支持者の間で高い人気を博していましたが、去年突然解雇されました。その背景には4年前の大統領選挙で投票の集計機に不正があったとする前大統領陣営の主張を繰り返し放送したことで FOX ニュースが訴えられ、その結果虚偽の報道を認め巨額の和解金を支払ったことと関係があるとみられています。このため今回のインタビューは T ジャーナリストにとっては表舞台に戻るチャンスと見られていて、ニューヨークタイムズはスポットライトを取り戻すという T ジャーナリストの目標が達成された、アメリカ政治の中枢に戻ってきたなどと報じています。めちゃくちゃですよね。彼の名誉のためにフォローしておくと、彼は FOX ニュースを解雇された後 SNS の X というプラットフォームで個人的な報道番組を開始しており、その視聴率ならぬ閲覧数はアメの国の既存のメディアなど足元にも及ばないほどの人気を得ており、先ほど言ったスポットライトを取り戻すなどという表現は適切ではありません。この P 大統領のインタビュー動画は X 上で2億回以上も再生されており、それは世界中の人々の意識が変わりつつあるという証明でもあります。同時にこちらのプラットフォームでの再生数は非常に興味深く思えてきます。というのはこの2つのプラットフォームの差は10倍以上も違います。これは YouTube のプラットフォームから人々の関心が離れ始めているのか、それともまことしやかに言われている再生回数の捏造が行われているのか、もしかしたらその逆で X が捏造しているのか、どちらが正しいのか、どちらも正しいのか私には分かりませんが、 G リスト側のメディアとそうでない中立なメディアの差は非常に興味深いと思います。確かに言えることは今回の P 大統領とのインタビュー動画から新たに違和感を持つ人たちが急増することは容易に想像できます。同時にそれまで自分たちが信じて疑わなかったメディアの過剰反応を見た時に確信に至るのではないでしょうか。私もずっと抱いていた違和感が確信に変わったのは2020年のアメの国の大統領選挙の時からです。今回の G リストたちの焦りにも似た反応は尋常ではなく、おそらくかなり窮地に追い込まれているのではないかということが想像できます。彼らが最も恐れているのは庶民が騙されてきたことに気がついてしまうことです。このチャンネルで何度も言っている通り、彼らは圧倒的少数派だからです。彼らが多くの人たちを洗脳してきたインターネット技術や IT 技術によって逆に多くの人たちの覚醒につながっているという現象は非常に面白いと思います。今回もう少しこの話題に踏み込んで話をしようと思いましたが、また次回に譲ることにします。では冒頭で言った T ジャーナリストがモスクワにあるキエフスキーという地下鉄の駅を取材した動画をお送りしたいと思います。その動画で流れる BGM は著作権の絡みも出てくると思いますので、私が変更しており、字幕は私が機械翻訳に修正を加えたものですので、適切でない表現があるかもしれません。正確な内容を知りたい方はぜひ X に投稿されている元映像をご覧ください。ではどうぞ。その国の社会を理解する方法の一つは、人が集まる場所や旅をする場所といったインフラ、社会基盤を知ることです。一つの場所に多くの人がいる場合、その国の人について多くのことが分かります。それを念頭に置いて、今私は地下鉄のキエフスキー駅の前に立っています。この地下鉄駅は70年前にヨシフ・スターリンによって建設されました。そして注目すべきことは、70年経った今どうなっているのかということです。そこで私はその中に入って調べてみましたが、そこで見たものによって私は衝撃を受けました。しかしそれは明らかに悪者だったスターリンや現大統領を支持するものではありません。あなたも彼のことが好きではないかもしれませんが、それは私たちが見たもの、あるいは正確に見ていなかったものという現実を変えるわけではありません。落書きも汚物も悪臭もありません。そこには違法薬物中毒患者や強姦犯、あなたを線路に突き落とそうと待ち構えている人々もいません。完全に清潔で整然としています。そしてそれをどう説明すればいいのでしょうか。私は推測はしませんが、問題提起だけさせていただきます。そしてあなたの反応が
私たちがかつてソ連と呼んで嘲笑していたスローガンよりも愚かなスローガンを私たちに叫ぶことであるなら、それは本当の答えではありません。ロシアはどうですか？私たちが聞いている国は、核兵器を備えたガソリンスタンドがあり、地下鉄の駅があり、すべての人々が毎日仕事と帰宅をしていた国だと言われています。それは我が国の何よりも素晴らしいことです。推測するつもりもありません。私たちはただ質問を提起し、担当者が答えてくれるのを待つつもりです。答えは何でしょうか？今日、戦争の真っ只中のロシア、モスクワの地下鉄キエフスキー駅がどのようになっているかを自分の目で見てもらいましょう。いかがだったでしょうか。私たちは今戦争中のロの国は長きにわたる西側からの経済制裁によって悲惨なことになっていると聞かされています。マクドナルドなどのグローバル企業が次々と撤退し、社会は荒れていると聞かされてきましたが、この映像からは雨の国の地下鉄の様子と比べると雲泥の差であり、少なくとも雨の国の方が治安は乱れていると感じました。もちろんこの映像はロの国の様子を全て語っているわけではなく、あくまでも切り取り映像なので一つの参考にしかなりませんが、伝統を重んじ先人たちへの畏敬の念が存在していることを感じました。日本においてはどこの小学校にもあった二宮金次郎の銅像がけしからんと撤去されていることと雲泥の差です。卒業式の定番曲であった仰げば尊しも、歌詞にある恩師への感謝の気持ちに対して押し付けだという批判があって廃止されているのを聞くと、日本の伝統的で大事な文化を壊され続けていると感じてしまいました。これから世の中が大きく変わっていくことは避けられませんが、決して悲観や不安があることではないと思っています。世の中はろくでもない輩たちにとっても、私たちにとっても非常に厳しい時代になってくると思われますが、それは良い世界になるためには必要なことだと思います。ただその過程では、生命の危機に直面するようなことが起こる可能性が非常に高いと思って動画を配信しています。ぜひ水や日用品、食料品の備蓄を徹底して行ってください。とにかく私たちは生き延びなければいけませんし、そのための努力を惜しんではいけないと思います。ぜひ共にこれから起きうる試練を乗り越えていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。